こんにちは、今回はマカロンカラーのセーターをチュニジアンスティッチ、アフガン編みで編んでみました。この動画はパート1になります。まず使った毛糸をご紹介します。かわいい。この色の組み合わせはなかなか思いつかない。ミックスケークマカロン、みんな大好き、ダイソーで購入しました。200円商品なのでたっぷり入ってます。で、バーコードがこれで、詳細ですが、詳細はどこ、ありました。アクリル 100% ですね。で 80g 約124メートル、約130ヤード入ってます。で、かぎ針の推奨サイズは8号5ミリですね。なので、言うことを聞いて、かぎ針は実際に8号、5ミリでやっていこうと思います。で、今手持ちのを並べてるんですが、どれから使っていこうかな。で、最初裾部分なので、このチョコレート色から始めようかなと思います。一つ選んできました。まず中心から引っ張り出して、裾部分からですねやっていきます。裾部分はですねリブっぽい感じにしたいと思ってます。で、先っちょがなかなか出てこない。よっこらしょと、よっこら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 、よいしょ。で、先っちょ出ました。で、まず鎖編みチェーンから始めます。で、鎖編みは針を下から持ってきて、針を下から当てて、でくるんとやって、まず1本ギュッと通します。で、これはギュッとして、結び目にします。で、今度は針を糸の上から持ってくる。糸の上からで鎖編みを作っていきます。で、今チェーンが12345チェーン6、鎖編みを6個作りました。で、最後のところはクリップしておくと分かりやすいかなと思います。で、追加でもう1個鎖編みします。これは立ち上がりの役割です。で、いつもはこのチェーンのね裏山のとこを取っていくのが好きなんですが、今回はこの鎖のこの上の部分だけを取っていこうと思います。この V のとこの上のとこですね。で、この上だけに針を入れてハーフダブルクロシェ、中長編みをしていこうと思います。入れて、今この V の奥のところだけ取ってます。左側のとこですね。で、中長編みなので3本かかってるのを確認して一気に引き抜きします。で、これをやっていくだけなんですが、クリップをねこの V のところの終わりのところにつけといてもよかったですね。ここに入れとくと間違いないかなと思います。で、奥だけ取ってこの V の奥のとこだけで引っ掛けて3本一気に引き抜く。糸引っ掛けて、この奥の V の左の方だけ取って3本を一気に引き抜く中長編みをやっていきます。入れて 3本一気に引き抜きで、最後のとこですね、このクリップが入ってるところ、この V のこの1本のところだけで、この糸をね巻き込んでもいいんですが、今回は後で糸始末しようと思います。はい、こんな感じの模様になります。1234566個ありますね。で、クリップ大丈夫だと思ってても普通に間違えるんでね、私はクリップをしておこうと思います。まず最初、今最後の目のところに入れて、で次の最後の目12345 6でね、ちょっとやっぱり最後の目と最初の目って埋もれるので、
ここに気をつけてマークしとこうと思います。もう一回。よし。で立ち上がりは1でいきます。行きも帰りも今回はひたすら奥だけを取ってハーフダブルクロスやっていきます。なので今回もこの V のところを見て、奥の方ですね。で引っ掛けて、今クリップ入れたところ、そこに針入れて、で3本一気に引き抜くハーフダブルクロシェをしています。こうやって鎖が連なってる左の方だけ拾っていきます。でクリップはすかさず移動しておきますね。で、見た時に今こうやって手前に入れておくとクリップ後で帰ってきた時に、奥入れるところになってるのでいいと思います。ちょっとマーブル模様でね見にくいんですけど、この1本だけ拾ってます。ちょっと肉眼でも見づらいとこあるんですけど、で最後はこのクリップのところ、ここのこっちちょっとクリップが噛んじゃってますね、手前にも。引っ掛けてこの奥1本だけ取って、で最初も最後も今回は、ハーフダブルクロシェバックループだけ入れてます。で手前にクリップすると今度はこれが奥側になっているので、もう一回いきます。で立ち上がりは1つ1本だけで3本引き抜く。クリップは、手前側、この2本あるところの手前。やっぱりね6目ってすぐにたどり着くじゃないですか。でもねやっぱりクリップしてないとうっかりね違うところに入れちゃうんですよね。にゃんにゃとか言ってこれがここの部位のこの奥に入れたくって、こっちにもねできるんですけど、ここじゃなくって立てた方の部位こっちに入れます。このね横に鎖が出てくるのがこの奥だけ入れる中長編みハーフダブルクロシェの模様の可愛さなのですごい好きなんですけど、3本一気に引き抜きます。こういう感じでね鎖がこっちで裏側にも同じように鎖が出てきます。これが可愛いんですけどね、そのせいでねどこに入れるか分かんなくなるっていうことも起きます。でひたすらあとは繰り返していきます。はい、しばらくやってきました。でこんなもんかなっていう長さになったので、今38段まで行きました。でなんとなく長さ測ると今結構伸びきっちゃってるんですけど、伸びきってて、49センチから49センチなので19インチちょっとぐらいまでの長さです。でもう一段、50センチから、ボディはこの55センチぐらいにしたいんですけど、これね伸びる編み方なのでもうちょっと伸びるし、なんかちょっと今伸びてるんですけど、もうちょっと縮まるの、本来もうちょっと狭かったけどなんか伸ばしてたら伸びちゃったので、この編み方だと何が言いたいかっていうと、今8段でだいたい45センチから49センチな、長さになりましたってことが伝えたかったです。であと1段やったら、チュニジアンクロシェ、またの名を日本語で言うとアフガン編みに入っていきたいと思うんですが、その前にもう1段いきますね。8号針が消えた。8号針、はい、ありました。でなんかね色がねちょうど茶色から始まって、これちょっとチャコールグレーみたいな感じで水色になりそうなところで終わる。面白いですねこの色展開で。今1234566で、立ち上がり1個してる状況なので、また引っ掛けてこの V の奥だけここだけ取ってハーフダブルクロシェ、奥だけ取って引っ掛けて
3本一気に引き抜きでラスト4目やります。でここ最後まあいいか。でここで最後がここちょっと潰れがちなこれのここです。分かりづらいね。やっぱクリップつけといた方がいいですね。ここ取って本当ね両方取ってもいいけどまあいいか。で終わり。裾部分が終わりました。でこのまま一回立ち上がりをして今度ここに目を入れていこうと思います。なので上に、チュニジアンスティッチをやっていきたいんですけど、ここに目を入れることになるのでちょっと分かりづらいので、シングルクロシェ細編みで1段ここに入れていきたいと思います。でこういうとこにしようかな。今立ち上がり1個してるので、シングルクロシェなのでこれでこのままねアフガン編みどっちかの読み方に統一した方がいいかな。なんでアフガン編みでチュニジアンクロシェって言うんでしょうね、日本語と英語で。チュニジアンクロシェでいきます。直で、アフガン編みやってもいいんですけどって今言ったか。ちょっと自分が分かんなくなっちゃうので今シングルクロシェを、1段下地として入れてます。で取っているところは特に取りやすいところを取ってるんですけど、取りやすいところ取りつつも例えばここで1本取ったら今1本取ったんですけど、次でもなんかここは取らない、この根元に行くんじゃなくてこの表面でもここは2本取った方がいいかなっていう感じで、割とここは1本しか浮いてないので1本にしちゃいます。私はねこれが合ってるか分かんないですけど、私はこのなんとなくの雰囲気でやってます。でこのペースね。でねイメージが、ちょっと分かりにくいからここで1段ここで2段目なんですよね。なのでこことここの間ね3つ取れたら自然かなみたいな感じで取っていこうと思います。例えばここで2段取っちゃうとちょっと取りすぎだし、ここで1個しか取らないのも狭すぎなので、例えばここだったらここからこの中で3目取りたいんですよね。なので1目取って次ここ2目取って、そしたら次ここみたいな感じでだいたい2段につき3目がバランスいいかなと思って取ってます。決まりはないと思います。シングルクロシェの説明しとく。細編みなので針に何も引っ掛けずにこの元あるものだけでいきなり入れて引き抜いて、これ簡単取って引っ掛けて2本引く、これやってます。でガーッとここまでやってで何目入れたかを、お伝えしようかな。さっき何目って言ったっけ、今どこだ39段やってきたのでかける 1.5 ぐらい2個につき3目入れるので、だから58球目ぐらい入れようかなと思っています。であと広がったら50から55センチぐらいになるようなイメージで入れていきます。シングルクロシェ細編みを1段ダーッとやってきて、結局今59目目をこの最後1本のところで入れます。でちょっとこの糸巻き込みつつね、はい、そしたらあとはこの59目に対して1個ずつ、チュニジアンクロシェをやっていこうと思います。どうしようかな、一回キュッてしちゃおうかな。しなくてもいいんですけど一応やって、そしたら一回この普通のかぎ針はお休みです。でいざ、チュニジアンクロシェ入るんですけど、普通のねかぎ針でもできると思うんですけど、休憩ですとか言ってもう一回これで説明しよう。こういうグリップついてるのだとチュニジアンクロシェってここにこう棒針みたいに、目を溜めていく編み方になるので足りないんですよね、溢れちゃうので、じゃーん、こ
これを買ってみました。これはねAmazon で十何本かセットで買ったすごいリーズナブルな表現よく言うとリーズナブルな低価格のものを買いました。これの 6.5 ミリで大きめでやっていこうと思います。ちなみにこの中に入れてるんですけど、こんな感じいっぱい入ってます。これで届いたのかな、この袋で届いたのかな、この中ので、なんかねとりあえず買ってみたので別に編み心地がいいとかじゃないです。ただいろんなね 4.5 とかもあるし、これどっかでご紹介してる気もするけどアップしてない気もする。これぶっといね、これ9ミリとかだってもあるので、最初のトライはねなんかね安くてもいいかなと思って、多分セットで2000円とかで買った気がします。十何本セット買ったのもはるか前なので雰囲気なんですけど、はいということで、じゃあもうどっちかにしてチュニジアンクロシェの編み方を、やっていきたいと思います。はい、ではいきます。ちょっとこの長いねこれのコンがガチガチ当たってうるさいと思うんですがご容赦ください。で、今こっち来て、逆にするので通して裏見て、で、チュニジアンクロシェさっき、お伝えしたんですけど、ここに溜めていくやり方なんですよね。で1段目は簡単です。普通の細編みとか普通のかぎ針の時と同じようにこの2本をね拾ってきます。でちなみに立ち上がり1本はなしでいきます。このままでもこれ実際いっか立ち上がりなしです。今ちょっとねちっちゃく入っちゃってますけど、でこれを1目目と数えるのもチュニジアンクロシェの特徴かなと思います。1段目は簡単なんでね、こうやって入れて単に次に行くってことです。これをこうやってやったりせずに溜めていくだけ、息をこうやってスイスイ溜めていくだけです。2本取って、ガチャガチャうるさいね。この上見てこの2本取って溜めていくこうなんかちょうどねこのエメラルドグリーンみたいな色がこっちの色とのコントラストで分かりやすくてラッキーな、まるで違う糸でやってるみたいになってますね。かわいい。で注意点としては、私も何かを偉そうに言えるほどチュニジアンクロシェに長けてるわけじゃないんですけど、ここ最初がねキュッときつくなっちゃったりとかまた広くなっちゃったりしないように同じ長さにするといいと思います。だから妙にねこうやってやったりとか引っ張ったりとか逆にギュッてやらずに、ご自分の強さのままやっていくといいかなと思います。これ本当に引っ掛けていくだけ。1段目なので丁寧にやろうかな。引っ掛けるで今 6.5 ミリの大きい糸も糸じゃない、針使ってるし、細編みをね入れてきたので今のこの長さよりは長くなる予定です。でこれはもう使わないので取ってとりあえずここから早回しかな。編集の私が早回ししてくれてると思います。はい、最後の方まで来ました。糸にもう今日全然逆のこと言っちゃう。針に糸がこうやってずらっと入ってる状態です。でこれ最後の1目これも取ってで取ったら息が完成です。
チュニジアンクロシェは行きと帰りで1セットみたいなんですけど、で、ちょっと、ね、肝というかポイントがここかな。行ったら、ここでまず1回だけ立ち上がり感覚、こうやってチェーン1引き抜きをします。でこれが、1段目のこの帰りの1目目になるって言えばいいかなになります。でね、この時にクリップをこうやって縦に見て、こことここ両方入れておくとあと分かりやすいかも。なぜかっていうと次の段でここを拾うんですよね。で最初は1目目だけ今引き抜いた状況で、次からは2目ずつ引き抜きます。シングルクロシェと同じ2本を引き抜く。引っ掛けて2本、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 相変わらずうるさいこれ、引っ掛けて2本。そうするとこれ縦のラインが出てきます。引っ掛けて2本で、力入れすぎて3本引いちゃったりとか、1本しかね抜けなかったりしないように2本をちゃんと見守りつつ、こうやって引いていくだけのお仕事です。楽しい。はい。じゃあこれでいっか、ちょっと飛ばそうかな。ここまで行ったらまたお会いしましょう。はい、今行って帰ってきました。おととと。でもうちょっとですね、今3本残ってて2本、そしたらここでこことこのラスト2本、そしたらもう行きと帰りが完成です。で次の段に行きますね。で次の段もこうやって立ち上がりはせずにこのまま、ここが1目目になります。で1目目なんですが、ここはもう1目目なので何もせずに、この次ここに針入れます。でこのこうやって見た時に手前に出てるこの1本を拾って、さっきの行きと同じことをしていきます。でどういうことかっていうと、これをこうやって拾うだけっていう。で拾ったって入れたら引っ掛けてこう、さっきと違うかな、入れたらこう、入れたらこうで、この編み方だとずっとこの上の1本だけを取っていく形になります。こう入れて出す。でまたここに溜めていきます。でこの時にどこを取るかでチュニジアンスティッチのいろんな編み方があると思うんですよね。例えばこう全部ここに入れてみたりとか、なんか複雑なことがあると思うんですけど、今回は一番シンプルな見えてるこの縦のライン、ここを1本ずつ拾っていく。こうやってなんていうの、拾っていくであってわかるかな。くぐって取る、くぐって取る、くぐって取る。このミックスケーキは割とっていう糸はね割と太いので取りやすいからいいですよね。毛羽立ちもそんなないから、なんかね糸のよりはそんなに強くない甘めだと思うんですけど、でも糸割れしてもなんかどこに針入れればいいか分かんなくなる感じではない。すごい編みやすくて、しかもねウキウキする糸ですね。編んでてね、よいしょ。相当派手なカラフルなセーターになりそうですごく楽しみです。こういう感じ、同じことをずっとやっていって、もう一回だけここでまたお会いしましょう。はい、また2段目行きがもうちょっとで終わります。今ここ拾ってで最後の目ね、ここがごめんなさいポイントかな。今最後の目はどこに入れるかっていうと、さっきクリップをつけたここってちょっとねまだ1段しかないから見づらいんですけど、こうでこうやって最後この1目あるように見えるんですよね。でここを立てるとこのムチっとしたこの人という字はの逆みたいな入り口のみたいな2本の足があるので、ここを両方取ります。
でここでさっきクリップつけたのでこことここを取るってことですね。こっちともう一本取るとよいしょ、いい感じになると思います。こういう感じで、この時にギュッてやりすぎると次の段の時に取りづらくなるので、ここも今までと同じような余裕を持って、糸を引き出してください。で、今度返りが始まるんですけど、返りは最初は1個だけ引き抜きます。2本は引き抜かない。ですかさず今度は今作ったこことここに何この手こことここに入れるので、こうやってクリップしておきます。で最初だけ1本で、次からは2本ずつ引き抜いていきます。2本、2本、2本、すごいなんか引きずってる音が聞こえる。2本、2本、はい。そうするとこれがこの縦の編み目がブワーッとできてきます。で、なんか他にお伝えすることあるかな。これだけをひたすら繰り返すんですけど、糸を変える時にお伝えしようかな。次糸替えがねちょっとなんか私もまだ悩み中なんですけど、そこでお伝えしようかな。多分今ね200円のミックスケーキなので相当あるんですけど、多分これ1個で本体は1玉で本体全部はいかないと思うんですよね。本体っていうのは見頃のことを今言ってました。そこでまたお伝えしようかなと思います。よいしょ。こういう感じで2本が3本にこうなっちゃったり、こそ3本今拾ってますよね。こうなったりせずに、なっちゃってたら戻ればいいかな。かもしくは1本だけとかねなっちゃうと、ここは1本しか引っかかってない場合は1本しか引き抜けてないのでもう1本いく。こういうので気をつけてもらえれば。で過剰に引っ張ったりせずに、なんか優しい気持ちで一定の力でやればいいかなと思います。はい、こうなります。でたまに段数進んでくるとうっかりミスが絶対か分かんない、私の場合は絶対発生するので、たまに手を休めてこの編み目が飛んでないかなとか見ながらやるといいかなと思います。かぎ針編み以上にこれって行って帰って1段なんですよね。なので時間的には2倍かかるから、そうだ言いたいこと思い出した。2倍かかるからミスがね、例えばこれがこの辺まで編んだ時にこの辺にあるとはーってなっちゃうんですよね。それもね楽しめればいいんですけど、で、割と綺麗な編み地が出てくる編み方なので、別にねこれは多分私でも綺麗な編み地が比較的出るので綺麗な編み地ができるんだと思う。別にすごい綺麗な編み方ができるタイプではないのでね。何言いたいんだっけ。そう、綺麗な編み地ができるからこそなんか抜けてる、端っこまで行きました。喋っちゃった。でここは、考えずにいきなりここじゃなくてこっちから入れます。でこの1本だけ拾う。でくぐらせる。はい、そう綺麗な編み地が出る編み方だからこそ一目飛んでたりとか、もしくは2目入れちゃったりすると目立つんですよね。でね気にしなければ全然いいと思うんですけど、それでね自分のテンションが下がっちゃうともったいないので、時たま手を休めてこうやってファッと編み地をね眺める時間を取るといいかなと思います。楽しんでね夢中になっちゃう、楽しいので夢中でね編んじゃうと思うんですけど相変わらずうるさい。そうでこのアフガン編みの特徴は今行きと帰りで1段ってお伝えしたんですけど、だから行きと帰りの分編んでるので
分厚くなるんですよね。なので分厚いものが編めます当たり前これはね、ミックスケーキはもともと太めの糸なのであんまり関係ないかもしれないですけど、細めの糸でもこれだけでなんか編むのは頼りないわっていうものも、チュニジアンスティッチなら、分厚く編めるからいいですよね。選択肢として棒針は難しくてできないけど棒針っぽい編み地が欲しいなっていう時に、チュニジアンクロシェいかがでしょうか何の宣伝、こういう感じです。じゃあ次こそおそらくこれが終わるまでやっていこうと思います。もしくは希望がここのやっていこうと思いますって言いながらなかなか終わらないんですけど、希望の長さまでやってって、ちなみに、ボディは増減なしでいこうと思ってます。なのでひたすらこれを繰り返すだけです。では、ぐんぐん、チュニジアンスティッチをやってきて、1玉目が終わりました。こんなもんで、これはね、状況としては行きですね。行きでこうやって帰って合計1段ができるんですけど、このまだ半分のところで残りこんなもんなので、ちょっと多分帰りは無理かなと思って一回ここで止めています。でこの下のね、ここも裾部分から測ってみると1玉でなんて数えようかな。ここだから1段には満たしてないんですけど、ここ一応27センチぐらいいきました。ここ測らなければ26か。で、10インチぐらい、この1玉で、これね、10インチぐらいいって、で、今これ2玉目に入ろうと思います。それで、この色で終わったので、何個かあるストックのうちから、またね、この茶色っぽい色で始まるのを選んできました。でここからどうやってどこだ先っちょはつなげていくかなんですけど、普通のかぎ針編みだったら、シングルクロシェの最後のところでとか、そういうつなぎ方が好きなんですけど、これはなんかね、この編み地がね、どうなるかなっていうかやったことあるんですけど、ちょっとここが気持ちなんか伸びちゃったりとか、それは私の技量の問題かなっていうのもあると思うので、一番、糸のことか、糸がもったいないとかそういうことを全く考えなければ、行き帰りどっちか端っこで変えるのが一番無難かなと思います。で今回もこれをね、こんだけ残ってるんですが、帰りは多分持たない、こっちか持たないと考えて、ここで糸を変えてもいいんですけど、ちょっとそれももったいないので、結び目がちっちゃくなる結ぶやつを試してみようかなと思います。でYouTube を見たんですよなので私が全然発案したところでは全くなく、そして私もあやふやなんですけど、マジックノットじゃなくって、なんかインビジブルノットっていう結び方があるっぽいので、それをちょっと試してみようかと思います。はい、そういうわけでやってみようと思います。でこっちが新しい方の糸で、こっちが今までの糸、だいたい同じ色ですね。でどうやらね、そのインビジブルはこのX にするのかな。でまずこの上の方をこうだったかな、違う大丈夫でした。これでこうしてこれをね、こうやってくぐらせて、で今度こっち上に来てるものを、同じ色なんでね分かりづらい。これを確か上だから上じゃない合ってるかな、合ってるっぽい。でそうするとめちゃめちゃ拙い説明。
どうやってお見せしたら分かりやすいかな。こういうループとこういうループになってるんですよね。でこれをギュッとやるとこうですね。ちょっともったいないけど、こことここはちょっともったいないんですけど、ここを切ります。ハサミはい、ハサミ持ってきました。今の私の説明多分全然わからないと思うので、インビジブルノットで調べると出てきます。日本語だったらこれなんて言うんですかね。入れちゃった。大丈夫そうなのでこれでいこうと思います。日本語だとインビジブルノットだから見えない結び目かな。なんかね、マジックノートもね、私混乱してわけが分かんなくなっちゃうんですよね。でつながったので、あとは通常今まで通りやっていくだけですので、どうせだからまたちょっとこの最後のね難しいところをお見せしようかな。今ここにクリップついてるこの両方を取っていくっていうだけなので、ここ入れて、これがこことこことここの2本を取ってます。で引く。で最初は立ち上がりがてら1個だけで、今これをチェーン1と捉えて、この鎖っぽいところを次帰ってきたら両方取るのでマークしておきます。で今1回やったので、あとはもう2回こういう感じで今来た道を帰っていきます。でこのノットのところがどこだ、だいぶ先、これがもし前に来るようだったらちょっと調整して後ろにしようかなと思います。そこはお見せしようかな。はい、のでじゃあちょっとここから早送りして、そのノットのところでお会いしましょう。はい、ここまで来ました。ここに結び目があるので、これうまいこと後ろにできたい。なんとなく押さえて、はい、ここに結び目があります。大丈夫そうですかね。私に言ってるんですけどね、大丈夫そうですね。はい、でまたこのままぐんぐん煮玉目続けていって、で今これのだいたいね、まだこの襟元の部分をどうするかは決めてないんですけど、スクエアか、ラウンドにしようと思っていて、そこまで58センチぐらい欲しいんですよね。でさっきのだと多分2玉使っても58までいかないので、とりあえずまたこの1玉を、ひたすら仕上げていって、これが終わる時にまたお会いしましょう。はい、2玉目をぐんぐんやってきまして、でまだねこれ残ってるので、もう 2,3 段もう 1,2 段くらいはいけそうなんですけど、1回測ってみたら割と希望の58センチぐらいになったので、1回ここでやめにしました。こういう感じ、本当に正方形でブワーっとできます。チュニジアンクロシェはまっすぐ普通のかぎ針編みよりもまっすぐな編み地ができるので、なんかいいですよね。手癖がね出にくいというか。で他に言うこと、この下ここ数えずに、このチュニジアンクロシェのとこだけ数えてきたら、なんとちょうど50段でした。50段、本当はやってるのは行きと帰りで50段なんで、やってることは100回、行って帰ってなんですけど、50段やりました。で長さが58センチぐらいっていうことと、そうでこれが、フロントバックまだ決めてないんですけど、これがあるでしょ。でなんとドドーン、もう1枚作ってきました。いいね、この動画だと一瞬で2枚に増える仕組み。ちゃんとねチクチク画面外でやってきました。でこれも同じ高さまでやって、これもね2玉目、もちろん2玉やったんですけど、不思議なもんで同じ目数同じ段数やってもこっちはねこんなもん残って、最初に作ってる方はこんだけ残ったっていう不思議
で何かお伝えしようと思ったことがいくつかあって、はい、思い出しました。こっちが、一緒に動画で作っていった1枚目の方で、これが、影でやってきた2枚目なんですが、こっちはね糸の、つなぎ方を変えてみて、1個目はインビジブルノット、見えない結びでやったんですが、こっちはね普通にやってみました。普通っていうのはかぎ針でよくやる途中で糸の変える感じね、そうするとこれね、どうでしょうかね、なんか参考になるかなと思って。結果的に続ければそんなに目立たないとは思うんですけど、ちょっとやっぱねここ穴が開いてて、これだからこの息のとこで変えたのかなと思うんですけど、これがやっぱちょっと気になるっていう人は端っこでやるか、結び目作ってね、結び目が裏に行くようにするのがいいかなと思いますっていうのをお伝えしたかったのが1個で、もう1個あったんでね、長さ意外と違いますよということは言った。そうこのヘアピン本当にね、クリップもそうですけど、ちゃんとかぎ針用のを使えばいいのにね、そこら辺にあるものを使いがち。このクリップもたまたまそこにあったので、このヘアピン使ったんですけど、これ何やってるかっていうと、これね、結び目が1玉の中で出てきて、なんかこれちょっと嫌だなと思ったので、これは糸をたるませて、でたるむとね、やってる時にお見せすればよかったんですけど、ここでこの息のこのとこでたるませて、でも後ろで押さえといて、帰ってくる時に回収って感じにしました。でたるんでるとね緩んじゃうので、今仮止めしてる感じです。なので、もしこういう風にねちょっと避けたい糸のとこがあったら、こうやって仮止めしといて、後で切って糸始末すればいいかなと思います。こういう感じにしました。はい。で今パネル、前身ごろ後ろ身ごろのパネルが2個できて、まだちょっとここの形は決まってないんですけど、そっか。でこれも見せとこう。ちなみに、行って帰ってきてこういう状況で終わります。なのでちょっとやっぱスカスカしますよね、これね。次の段を編まないと。なのでこれは、最後にかぎ針編みでなんかしつけようかなとは思っています。以上、いろいろ説明しましたが、これが、前身ごろ後ろ身ごろで、次から、袖に入ろうと思います。